9月の22日にプレ版から1つ箱が届きました。9月の19日に発送で、20日には営業所に届いていたのですが、土日だったため今日配達されました。テープを切って蓋を開けます。今回のプレ版には関係ないですが、9月の12日に抽選の結果が出たパーフェクトジオングとディープストライカーの請求が早くも来ていて、来月のクレジットカードの支払いが笑えない金額になっています。箱にはプレミアムバンダイフェスティバル2025のシールが貼ってあります。開けることができたので紙をどけて中身を見てみます。今回は新作が1つと再販が5つ入っています。まずは隙間に入っていたリアルグレード144分の1デスティニーガンダム用拡張エフェクトユニット光の翼です。リアルグレードデスティニーガンダムチタニウムフィニッシュを一緒に購入したのですが、発送が10月になります。箱の裏側はカラーでないのであまりわからないですが、非常にかっこいいです。テープを切って開けてみます。光の翼はドレープ状の凹凸感のある形状にグラデーションプリント及びホログラム表面加工を施し、複雑な光を表現しています。アクションベース2ブラックスモーククリアも付属しています。取扱説明書は非常に簡単で、裏側は白紙です。2つ目はリアルグレード144分の1ストライクフリーダムガンダム用拡張エフェクトユニット天空の翼です。これもリアルグレードストライクフリーダムガンダムチタニウムフィニッシュと一緒に購入したのですが、発送が10月になります。テープを切って開けてみます。スーパードラゴン保持用のクリアパーツとアクションベース2ブラックスモーククリアです。天空の翼ドレープ状の凹凸感のある形状に複雑な光を表現しています。グラデーションプリント及びホログラム表面加工を施し、複雑な光を表現しています。パーツ数が少ないので非常に簡単な取扱説明書になっています。次はジムスパルタンで再販品になります。緑色基調に白色の文字が書かれています。蓋を開けて中を見てみます。独特の緑色のパーツとポリキャップなどがあります。ビームサーベルに水色のクリアパーツもあります。緑の外装パーツとグレーのパーツ、マーキングシールが入っています。3袋目は緑の外装パーツとグレーのパーツ、それとシールが入っています。説明書はプレ版でよくある白黒の説明書です。ジムスパルタンはパーツ数が少ないので作るのは簡単な感じがします。普通のジムと並べてみたいと思います。4箱目はリーベンボルフです。これも再販です。箱はカーキみたいな色になります。箱自体は大きいのですが厚みはあまりないです。ドーベンウルフと一緒に動画にしたいと思います。箱を開けて中身を見てみます。蓋を開けてみると中身がスカスカでした。多色成形のパーツにはグリーン、ダークグリーン、赤色のパーツがあります。パープルグレーのハンドパーツも入っています。2袋目にはダークグリーン、パープルグレー、水色のクリアパーツが入っています。3袋目にはグリーンとオレンジ、ピンク色のパーツが入っています。最後はパープルグレーのパーツと黄色のエフェクトパーツです。取扱説明書はプレ版でよくある白黒の説明書です。5箱目は新作のリアルグレード G3 ガンダムバージョン 2.0 です。全体的にグレーが基調の箱になっています。蓋を開けて中のパーツを見てみます。グレーのパーツや多色成形のパーツ、リアリスティックデカールが入っています。多色成形のパーツにはパープルや黄色のパーツもあります。ビームサーベルのエフェクトパーツやライトグレーのパーツがあります。ウォームグレーのパーツもあります。ライトグレーのシールドのパーツやパープルのパーツ、クリアパーツもあります。最後はライトグレー、ブルーグレー、ダークグレーのパーツがあります。取扱説明書は G3 用のものと通常のバージョン 2.0 用のものが付いています。6箱目はマスターグレードマーク5です。マーク5はカラーの箱になっています。箱自体も大きいのですが厚みもあるのでかなり場所を取ります。マーク5はドーベンウルフのベースになったというだけあって脚部などいろんな部分がドーベンウルフに似ています。箱は横にした方が全体が見やすかったです。マーク5の箱は非常に開けづらかったです。ホワイトとブルーのパーツです。ブルーのパーツは一つ一つがでかいです。
ブルーの脚部などの外装パーツとリード線です。赤色、グレー、黄色の多色成形のパーツです。大量の水転写デカールです。ダークブルーとグレーのパーツです。ホワイト、ブルー、ビームサーベルのエフェクトパーツです。かなり大きいです。ブルーのパーツです。同じものが2枚あります。グレーのパーツです。これも同じものが2枚あります。ダークブルーとグレーのパーツです。最後にグレーの同じパーツが2枚とシールです。取扱説明書はカラーで冊子になっています。真ん中にはカラーのページもあります。今日購入した中ではこれが一番最後まで残りそうな感じがします。今日届いたキットを開けてみての感想です。HG のリーベンボルフとジブスパルタンは作るのにそんなに時間がかかる感じはしないです。G3 ガンダムは前に通常のガンダムを作っているので難しくない感じはします。マーク5は作るまでにしばらく時間がかかるかもしれないです。光の翼と天空の翼は本体が届いて制作ができるまで作る予定はないです。制作が完了してまだ動画にしていないキットもあるので順次動画を作っていけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。